みんなやっほーみーだよ今日は久々にポッドキャストを撮っていきたいと思います。前回ポッドキャストを出したのが確か2ヶ月前ぐらいだったと思うんだけど、その時何話したっけ？あ、浮気された話ね。オッケーオッケーオッケー。そう、結構ちょっとヘビーな話をしたんだけど、今日もちょっとヘビーな話。このトピックについては結構長いことてか、そもそもポッドキャストを始めようって思ってトピックを自分でこうやってリストアップしてた時に、結構最初の方に思い浮かんだトピックなの。こうやって何かっていうと、我慢って損っていうことを分かってもやめられないよねっていう話だから、ちょっと今のさ語呂がさあれじゃない？エビせんやめられない、止まらないかパエビせんそう、まあなんでもいいんだけど、ごめん、やだ。そう、我慢って損じゃん、実際ね。これさ、トピックのこのトピックのタイトルを本当は最初優しい人が損する世界っていうトピックにしようと思ってたんだけど、でも結局優しいの定義って何なんだろうってなってきて、でだんだん優しいんじゃないのかなって。私が言いたいのは、心が弱い人、人に嫌われる勇気がない人の話をしたいんだって自分が思って、今日はその話についてしていきます。だからまあ、私のポッドキャストは全部自分の経験談をトピックに、そのみんなと何て言うんだろう、同じような境遇の人だったりだとか、そのみんなとの意見をこう分け合いたい。別に私と同じような境遇じゃなくて、逆に反対側の意見とかも聞いてみたいし、そういうのを聞いてみたくて始めたりだとか、その私の見解、私の意見をシェアするっていうのでポッドキャストを始めたので、みんなもよかったらポッドキャスト聞きながら何か思うことあれば全然気楽にコメントしてほしいんだけど、今日はそう、我慢する人って損してるって分かっててもやめられないよねって話。実際私がめちゃくちゃ我慢する人、なのね。で、どういう風に我慢をするのか、何か不満があるのかとか。私は結構心がすごく弱いの。自分で言うのもなんだけど、メンタル豆腐っていうのも、なんていうの、普通の豆腐じゃないよ。もうなんかジーマーミーレベルの、もうすでに溶けてる心がもうドロドロぐちゃぐちゃになるっていうレベルの、なんだ、心の弱さを自慢に誇りに生きてます。でこれって私の別に長所であり短所だと思ってて、この心の弱さというか、その人に影響されやすいじゃないけど、人じゃなくても環境に影響されやすかったりだとか、まあね、そう、心がこう感情移入しやすいとか、感情に揺さぶられやすいタイプなんですよ。だから映画とか見に行っても誰も泣かないような映画で一人ウォンウォン泣いてるし、なんかなんて言うんだろう、喜怒哀楽が激しいタイプなのね。なんだけど、怒と愛怒怒と愛をあんまり表に出さないように努力しようとするの。これも理由があって、やっぱり人に嫌われたくないからなのね。だからどれだけ自分が心を許しててもとか、どれだけ私がその人のことを信頼してても、その人が100%自分のことを私と同じような気持ちで思ってくれてるっていう確信がないの。常に会ったことがない。常に全てのことを不安に思っちゃうし、私が本当に不安症で、毎日本当に夜寝る時にも絶対3時間ぐらいは携帯消してたよ。携帯消して電気も消してベッドの中に入って、絶対3時間ぐらいはずっと考え事をして、ずっと不安に思って、今日言ったこととか
3日前に言ったこととか3ヶ月前に言ったこととか、自分の言動すべてにあの人は私の言動どう思ったかなとか、傷ついてないかなとか、私嫌われてないかなってずっとずっとずっと頭の中でぐる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 しちゃうタイプなの。本当にしんどくて、それが。だからでも今までの人生でそうじゃなかった経験がほぼないというか、その考えないっていう行為ができないのね。常に頭の中に何かがある状態なの。だから考えないっていう行為ができないの。だからそれができる人が本当に羨ましくて、ベッドに入って3秒で寝れますみたいな人いるじゃん。1分で寝れますとかね。本当に羨ましくて、私本当に寝れない寝れないのね。とか、なんて言うんだろう、その自分の人から嫌われたくないそのレベルが多分他の人とは全く違う次元にあると思うの。だから他の人がどう思うと、私は別に私だからいいじゃんって思いたくて思い込ませようとしても、やっぱり結局自分の素の姿は他の人に嫌われたくないとか、嫌われたりだとか悪口を言ってるとかいうのを知ってしまったら、もうずっと一生そのことを頭でぐる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 考えちゃってっていうタイプなのね。だから本当にしんどくて、私が思うに多分世の中の人間全員が全員こうじゃないと思うの。だけどきっと私みたいな人もいると思うのね。いてくれなきゃ困る本当に。だってさ、私だけこんなさ辛い人生送ってると思いたくないもんでしょ。こんなさ生きづらいことある？常に人のさ様子伺ってさね。でもさ、それってさ、その人のさご機嫌を損ねたくないとかじゃないけど、自分が嫌われたくないっていうのが大前提にあって、誰からも嫌われたくないっていうのがあるのね。けど最近私が気づいたというか思ったのは、私も誰かのことを苦手だと思ってたりだとか嫌いな人が絶対いるわけじゃんね。みんなもいるでしょ。いないわけないよねって話じゃん。で生きてたらさ、それはさ嫌いな人苦手な人ぐらいできると思うんだけど、全員自分もその周りの人全員に対する気持ちが全員同じでないように、他の人から見ても私に対する見解が全員同じじゃないっていうことに気づいたのね。だからもしかしたら私が無自覚にひどいことをしてしまって、その人が私のことを嫌ってるかもしれないけど、私と仲いい子は私のもっと違う面を知ってるから私のことを好きでいてくれてるかもしれないし、そういう風にやっぱりその人のさ全部が全部を、なんて言うんだろう、私の全部を誰も知ってるわけないように、私だってその人の全部を知ってるわけがないのに、やっぱり苦手意識を持っちゃうわけじゃん。だから自分の全部を知ってほしいだとか、自分はこういう人なのにって思うことすらエゴなのかなって思い始めたので、私のことは自分のお母さんでさえ多分きっと100% は知らない。私が思うにお母さんでさえ 50% も私のことを知らないと思うのね。そういうぐらい自分にしかわからない自分っていうのが全員が全員あると思うの。そんなさ全員さ周りの人にさ自分のことを全て話すわけでもないし、話したとて私の感情だったりだとか私が経験してることだったりとかは周りの人からしたらわからないわけじゃん。100% わかるわけがないの。だから私のことを嫌いな人だって絶対いるかもしれないし、私が知ってる自分はそんなに悪い人じゃないし、私が知ってる自分は例えば違う人の立場であったら、私は自分のことがとてもいい友達だなとかいい人だなって思う。だけど他の人からしたら私が知ってる私を知ってるわけじゃないから、そういう風に考えられても仕方ないんだなって思うことが大事なんだって最近気づいた。けど気づいてもやっぱり考えちゃうじゃん嫌われたくないじゃん、気づいても。だからそういうとこだよね。心が弱すぎる。だからやっぱり自分を強く持ちたいなってずっと思ってて、私本当にその前回のポッドキャストで話して全員本当に周りの人全員と仲悪くなったみたいな話をしたじゃん全員ともう話せなくなったみたいな話をした。
だけどその時期からもう結構ずっと私は他の人に依存しすぎなんだって思ってて、なんて言うんだろう、友達でもその友達にも依存しちゃうタイプなのね。だから束縛、嫉妬、束縛、なんて言うんだろう、その友達が例えば自分が仲良くない子と遊んでたりとか連絡してるのを知ってるだけで気が狂いそうになるの。すごく嫌だし、そういう気分になっちゃうのね。だから自分にとってその相手が例えばすごく大切な人でも、その相手からしたら私がもしかしたらそんな特別じゃないかもしれないっていう、その経験をしてから経験をしてから全員に対してその疑いを持つようになったし、だから私ってもしかして誰にも大事にされてないのかなとか、私のことを大事にしてくれる人って誰もいないのかなって思い始めたの。で、私ってすごく人に依存しやすいから、彼氏ができたらもう嫉妬の嵐なんていうの、誰とも話してほしくないわって思うぐらい、その他の女の子とちょっと話してるのを知ったりとか連絡してるのを知ったりだけですごいもうずっとモヤモヤしちゃう、いろんなことを考えちゃうのね。もしかしたら私に愛想が尽きて他の人を好きになったのかとか、もしかしたらその子に気があるんじゃないかとか、もしかしたらその子は私の彼氏のことを好きなんじゃないかとか思っちゃうの。でそれをもう友達も同じなのね。これ友達でももしかしたらこの友達は私のことをもう好きじゃないのかもしれないとか、私よりこの子の方が好きなのかもしれないとか、この子と私の悪口を言ってるかもしれないとか、もしかしたらこの子にとって私は全く何でもない人なのかもしれないとか思ってしまうの。本当にめんどくさい女。メンヘラメンヘラなのかな私。メンヘラなのかもしれない。でもさ、メンヘラってさ、そんなさ悪い言葉でさ言われるけどさ、実際さただ単にメンタルが弱いだけじゃん。で自分を愛してほしいだけじゃん。だから愛に飢えてんだよね。私が他の人を愛してるレベルで私のことを愛してほしいの。でもこれってさ普通じゃない？誰だってさ対等な関係でいたくない？その人と。それさバカにされたくなくない？だから悪くないと思う。うちら誰だってさ自分が思ってるように相手に思われたいわけじゃん。だから悪くないと思うんだよね。だからメンヘラって別に悪いんじゃないと思う。ただ周りが気遣えてないだけ周りが悪いんだよって思うようにする私はなんて言うんだろう、その事件の後に気づいたのは、もう私は他の人に依存しすぎない方がいいなって思って、例えば誰と仲良くなるにしても、もう仲いい子だとしても、もしかしたらその子に裏切られるっていうか、裏切られたって感じる日が来るかもしれないとか、もしかしたらその子との意見の相違が生まれる日が来るかもしれないとか、もしかしたらその子と仲悪くなる日が来るかもしれないっていうのを絶対前提に考えておこうって思ったの。だってどれだけ私とこの子は超似てるし、私とこの子はもうずっともだとか、永遠に仲いいんだとか、私が思ってるようにこの子は私のことを思ってくれてるんだって思っても、いつかはその人に裏切られる日が来るかもしれないんだよね。でもしその日が来たら本当に傷ついてしまうと思うの。だけどすでにそのことを想定内に置いてたら、自分のメンタルを最低限守れると思うの。だから私はそういう風にこれから思おうって思った。だからこれから仲良くなる人すべてその覚悟をした上で仲良くなろうと思ったし、もしかしたら本当に重すぎるだろうとか、そんななんか重く考えることじゃないよって他の子には思われてしまうかもしれないけど、私は自分のことをすごく分かってるし、自分が本当に傷つきやすい人だっていうのも分かってるし、自分がどれだけメンタルが弱いのかとか、自分がどれだけ依存しやすいのかっていうのを分かった上で、私はこういう方法しか私には今ないんだなって思ったから、そういう風に生きようって決めたのね。私はなんかちょっとそういうコントロールが難しいというか、その他の人と仲良くなるレベルのコントロールとか、愛情の注ぎ方のコントロールだったりだとか、好きになるコントロールが難しいのね。一度心を開いたら100許してしまうからとか、100尽くしてあげたいって思ってしまうから、友達でも何でもね、仲良くなった人には。だからそういうのをやめようと思った。だからまず自分のことを第一優先に考えて、余った時間と労力でね、もし本当にその人が
そういう風に自分がそういう風にしてあげるレベルで自分のことを思ってくれてるなんて本当に思ったのならば、だからその人が言葉だけじゃなくて行動に表してくれていたならば、私は何かをしてあげようと思った。なんかケチくさい人みたいだけど、自分の心を守るにはそれが一番なのかなって思ったし、私さこういう経験があって、この間浮気されたって言った彼氏いんじゃん。その彼氏じゃない元彼ね、その元彼じゃない方の元彼がいるんですけど、その子がなんか常に忙しい子だったのね。で、常にこの日もしかしたら会えるかもしれないとか、この日もしかしたら会えるかもみたいな言われて、私は期待して舞い上がってその日の予定を全部開けておくの。だけど結局会えなかったっていうのが本当に1回とか2回じゃない、本当にもう10回ぐらいあったの。だからそういうなんて言うんだろう、会いたい、好きだっていう風にどれだけ言われたりとか言葉で示されても、なんて言うんだろう、行動をされない限り人を信じたらダメだなって思った。私は本当にその子がすごい好きで、もうしばらくずっと引きずってたけど、その別れた理由もその自分がその時すごいしんどいメンタルの状況にいたのに、さらにその子と付き合ってるのがしんどくなっちゃったから、私がごめん別れてほしいって言ったのね。だからそれぐらいそういう気持ちで自分のメンタルを守る方法を覚えとかなきゃなって思ったし、心が弱いからこそ自分のことを一番自分が分かってるわけじゃん。だからこれされたら傷つくなって思うのをもうすでに想定しておいて、人に期待をしない。悲しいこと言ってると思うかもしれないけど、人に期待しないでおこうって思った。もしかしたらとかね、もしかしたらっていうのをやめようと思った。そのもしかしたらのもしかしたらは、私の経験談 99% 起こり得ないことなの。だからそのもしかしたらっていうのはもうやめようって思った。人に期待したりだとか、他の周りの環境に期待したりだとかね、そういうのをやめようと思ったし、自分に対してもそう、もしかしたら私は何々って思うのもやめようと思った。だってもしそうなりたいのであればとか、自分がその達成したい目標があったりだとかならば、自分がそれになり得るレベルで努力をしないといけないから、努力をした上で結果を見て考えようと思ったし、自分だけじゃなくて人間関係に対してもそうだし、人間関係もその目に見えるものだったりとか、結果とかその行動とかを見ようと思った。言葉だけなんて誰でもできるからね。そうだから言葉だけのやつを許さない。で、その我慢する人損するってやつなんだけど、私がその経験が多すぎて、その友達、例えばだけど友達が私に嫌な冗談を言ってきたりだとかしても、それを嫌だって言えないわけじゃん、面と向かってね。絶対言えないからずっと我慢するんだけど、ふと我に返ってさ、なんで私こんなこと言われなきゃいけないんだろうとかさ、冗談のレベル超えてないとか思ったりとかさしても言えないの。だから常に自分の中にそういうのが溜まっていって、なんか自分ってその程度でしかないのかなとか、その子にとったら別に私ってどうでもいいのかなとか思うようになるのね。で、これってさ、我慢しないでさ、その子に文句を言える子だったりとか、我慢しないでやめてよって言える子はきっとそんなずっとそういう風に扱われないと思うの。だからそういう風にちゃんと自分の気持ちを言葉に表せる子ほど強いし、その強いのがすごい羨ましいなって思う。強いのが本当に本当にかっこよくて羨ましいと思うし、その自分がされて嫌なことをはっきり言える人になりたいって思うけど、まあなれなかったから、まあそういう経験があった当時は一人で永遠に傷ついて、一人でもずっと泣いてとか、そういうのいっぱい経験したので、みんなこれから私と一緒に努力しましょう。嫌なことは嫌と言えるように、人に嫌われる勇気を持って、強さを持って、自分を持って頑張りましょう。私はね、もうね、なんかね、そういう嫌って言える勇気がないからこそ、何か嫌なことをされた時にもうその人から離れるっていう手段を覚えちゃったの。その人と仲直りっていうことが私すごく難しくて、本当に今まで多分仲直りというか話し合ってたらきっと解決したかもしれないなって思う、なんて言うんだろう、その別れ、その友達とかでも友達とかとのなんて言うんだろう、縁を切った話だったりだとかっていうのがすごく多くて、
私結構本当に自分から一度嫌なことをされたりだとか嫌な経験があったら自分から身を引いてしまうタイプなの。これって私が嫌だって直接面と向かって言えないからなのね。言えないからもういいやって諦めてしまって、その人との関係をでもうどっか行ってしまうんだよね。でももしかしたらその人はそういう気持ちで言ってないかもしれないし、私がもし話してちゃんと嫌だって伝えてたりだとか、もうこういうことしないでほしいって言ってたりだとか、これからはそのお互いに嫌なことはやめようってもし話し合えてたなら、もしかしたらその人とはまだ今も仲いいかもしれないわけじゃん。だけど私って結構諦めやすいというか、人間関係に対してもそれがあって、一回そういうことされると、あ、もうこの子ってこういう子なんだなとか、やっぱりさ、人のことをさ変えれるわけないって思っちゃうから、あ、この子はこういう子だったんだって思って、今まで例えばどんだけすごく仲良くても2、3年ぐらい例えば友達してたとするじゃん。だけど、あ、もうこの子に一度嫌なことをされた記憶があったら、この子ってこういう子だったんだって、今までの良かった記憶が全部一気に飛んじゃって身を引いてしまうのね。で、結局音信不通になったりだとか、もう一生喋れなくなったりだとかってなってしまうので、私めっちゃ仲良かった友達が一人いて、その子にもその子ともすごい嫌なことがあったから、もう喋らないようになったの。自分から身を引いて、もうその子と関わらないようになったのね。だけど浅い関係値でいようと思って、その子は本当にそれでもすごく仲良かった子だったから、お誕生日おめでとうとかお互いに送ったり、そういうメッセージは送るレベルだったのね。私ももしかしたら、またもしかしたら出たよ。もしかしたらこのことはやり直せるかもしれないじゃないけど、またもしかしたら仲良かった頃に戻れるかもしれないとかいう期待を抱きながら、自分ではその子に話しに行く勇気がなかったの。だからそういう風に時間が経ってて、最近気づいたのはその子にフォローを外されてたっていうことですね。そういう風に結局失っていく絆じゃないけど縁というかがいっぱいあった中で思ったのは、もしかしたら諦めるより話し合うことも大事なのかもしれないって思ったし、私本当に昔すごく仲良かった友達グループがあって、これダンスに通ってた頃の話なんだけど、私が韓国でワンミリオンっていうダンススクールにもう毎日のように通ってた頃があって、そこで仲良くなった友達グループ4人ぐらいでね仲良かったんだけど、その子たちと一回自分が言語の壁じゃないけど、自分が思ってた風に言ったニュアンスじゃないように伝わってしまって、その子たちからしたらこの子一体何言ってんだってなって、その子たちもその子たちで多分私が言ったことに傷ついたんだと思うのね。でそれで仲悪くなっちゃったっていうか、その子たちはもうちょっとごめんだけど距離を置きたいみたいに言われて、私は一生懸命話し合いたかったからめっちゃ謝ったし DM で謝ったんだけど、それで通話したいって言っても断られたから、じゃあ今度ダンスに行く時に実際会って話し合いたいって言ったんだけど、それはいいよって言ってもらったんだけど、その後にもう勇気が出なくて諦めちゃったの。諦めちゃって、もうダンスにも通わなくなったし、その子たちとも話さなくなっちゃって、私本当に今でもその子本当に今でもその子たちのこと本当に好きだから、そうやってもしその時に勇気出して話しに行ってたら、今も仲良かったのかなとかよく思っちゃうの思っちゃうし、私がそれもなんていうの、自分の勇気がなかったのもそうだし、もし私が行ってその子たちがダンスしてる間とか、せっかく楽しい授業を受けてるのに私のせいで気分を乱したら嫌だなっていうのもあって、もう話しに行かなくなったんだけど、そういう風にすごい今もすごいなんて言うんだろう、ずっと後悔じゃないけど後悔かが残ってるので、もし本当に自分が好きで仲いいこと誤解が生まれたりしたら絶対話し合った方がいいと思うから、本当に話し合う勇気がなかったら私みたいになる
私がこんなに好きなのもその子たちに言えてないし、直接その子たちは私が実はその子たちのことをあんまり好きじゃないとか嫌いだと思われてたみたいなのね。だけど私は本当にずっとその子たちのこと大好きで、仲悪くなったともう考えなかった日がないぐらい本当に辛かったし、会いたかったの。今もそうだし。なんでポッドキャストでこんな泣く羽目になると思わなかった。まあでも今これ見てる子はみんなわかると思う。私がどんだけ感情的じゃないけど、感情のアップダウンが激しいか。ごめんなさい。まあそういう風に思うし、もしかしたらそれが運命なのかもしれないじゃん。まあもしかしたら離れていく人は離れていくし、自分から離れたいと思った人とはもう一生会わないのかもしれないし、だけど後悔が残るぐらいなら絶対私は話し合った方がいいんじゃないかなって思うから、もし後悔があるのかもしれないって思うぐらい自分が好きだった子たちとか、その自分が仲良かった子たちとかとは話せる状況に今あるならみんな話しておいた方がいいと思う。私みたいにフォロー外されたりブロックされたり連絡先がわからなくなる前に話しといた方がいいと思う。私もすっごいそういう後悔する縁が結構あるなっていうぐらい諦めてすぐ身を引いちゃったから、その時の自分はこれでいいんだって思うかもしれないし、もう私にはこの子もう別に理解してもらえなくてもしょうがないとか、もう自分のことは分かってもらえなくてもいいやって思うかもしれないけど、もしその人が分かってもらえれるかもしれないって思うくらいに自分が好きな子だったなら話してみてもいいかもしれない。もし話しても分かってもらえなかったらもうそれはそれでしょうがないよねって話だから。だから私もその最初からもう諦めていたいとは言ったけど、やっぱ情が深すぎる人間なので、一度仲良くなったらまあ気持ちは止められないですよね。人間なんて好きになったらもうずっと一直線なので。私はね、浮気する奴らのことは知らんけどな。おいお前、そこのお前、浮気してるお前、ほんまにやめとけ。本当にやめときな。好きならば。てか浮気する前にじゃあ別れろよって話だね。マジで言わしてもらいたい。本当にね、自分が自分の友達が仲悪い子とか、自分の友達のこと悪く言ってる奴らと仲良くする奴ら、お前らなんだ、一体何なんだ。 Hey you, what are you doing? そうだから、そういう奴らは一生許さん。どんな事情があっても許さんって思われるぐらいの覚悟でやってんだろうなって話じゃん。そうもういろんな話がさ、こうやって行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりウケる泣いてんのバカ面白い。まあ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 、それでだから私はまず自分のメンタル守ろうって思ったし、もう最近は私って人間関係で疲れやすいんだなってもう分かってるから。私さ、本当に社会復帰したって言ったじゃん最近ね。もういろんなところにこう通っていろんな人間と関わる機会が出てくるわけですよ。今まで社会復帰するまでのそのヒーリング期間っていうのかな、1年ぐらい本当に人と全く関わらない生活を送ってたの。お母さんとしか喋らなかったのね。だけどその期間は本当になんて言うんだろう、モヤモヤする気持ちっていうのがどこ行ったんだっていうぐらいほぼない人生だったんだけど、その期間人とまた関わり始めてからもう毎日モヤ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 するのね。だから私って人間関係向いてないんだって思って、なんか人との関わり向いてなくねって思った。だからもうなんか、でもさ、やっぱ寂しいしさ、友達は欲しいの。友達は欲しいんだ。友達くれそもそも私日本にさ友達がほぼいないというかさ、だから本当に遊びに行きたいところがあっても一人で行くというオプションしかなくて、それかもしくはお母さんに一緒に行ってもらえるか聞くかっていうオプションしかなくて、本当に遊びに誘う友達とか気軽にカフェに行って話す友達とかご飯に行って話す友達とかがいなくて辛いの。私プリパラ
なんだっけ、プリパラ展示会みたいなのがあるのね、大阪で。次にめちゃくちゃ行きたいんだけど、お母さん絶対興味ないじゃん。同じ趣味を持った友達が欲しい。同じ趣味を持った、一緒にプリパラのとこに行って、大プリパラ展これに行ってはしゃいでくれる友達が欲しいんだよ。いないの。メイケドキドキするとき無敵でしょメイクいないの。マジでラーラ見て叫びたいんだって。ソフィー見てね。マジでくれ友達くれ友達。そうっていう気持ち。本当にどうやったら友達できるんですか？なんかなんて言うんだろう、やっぱさ、学校に行ってないとさ、同じ年代の人と出会うの難しいよね。学校行ってないと同じ年代の人と出会うの難しいし、同じ年代じゃないと結構趣味が同じな人って限られてくると思うんだよ。世代とかあるしね。だからやっぱ人と仲良くなりづらいから、もうダメだよ私。本当にオタ活とか一緒にしたいのに誰も友達がいないんだもん。だからさ、私本当にさ、いつも言ってるんだけどさ、皆さんしかいないんです本当に本当になの。みんな本当にさ、思うじゃん。そんなん言って裏では友達いいんでしょって。いないんだよ本当に常にぼっちなの。マジでぼっち系 YouTuber になろうかなっていうぐらい、本当に毎日ぼっち。毎日一人で歩いてるし、毎日一人でいる。本当に。そう。だから、あと最近思ったのが、その、オタ活が充実するのって、ね、今気づいたんだけど、ちょっといい？ごめんね、話中に。なんか私のさ、このさ、ウンビンっていうさ、じゃあもう韓国じゃないんだもん。その子もう LA に行っちゃったからね。私の唯一の親友。その子にもらったさ、ウサギなんだけどさ、なんかめっちゃさ、毛がさ、なんか立ってる。スパイキーヘッドみたいになってる。なんでなの？ルーにやられた？もしかしてうちの猫がなんか舐めたんかもしんない。えぐいことになってる顔が。やばすぎる。固まってるって。やばい。まあ、何の話だっけ？あ、そう、人生ってね、充実してるとオタ活が充実しないっていうことに気づいて、私だって彼氏いた時とか友達いた時とか全くオタク気質がなかったわけ。漫画読んだりアニメ見たり K-POP にハマったりカンドラ見たり映画見たりとか、全くそういう趣味がなくて、もう常に友達と遊ぶことしか考えてなかったけど、ぼっちになるとね、私結構人生でぼっち期間が長いというか、多分まあなんて言うんだろう、一人でいる方が楽みたいなところが昔からあると思うの。だから人に愛されたいのは常にあるのはあるんだけど、それ以上にその一人でいるのが楽っていうのもあって、そういうフェーズの時、誰も友達がいない時ぼっちの時は基本オタクになりやすいというか、何かにのめりやすいのね。だから今は K-POP めっちゃ好きで、エンハイフンがすごい好きなんですけど、エンハイフンが好きです。今度コンサート行きます。はい、あったら声かけてください。もしかしてあったらイエイそう、今はエンハイフンが好きなんだけど、まあそういう風にちょっとハマりやすいというか、何かにハマりやすくなってしまうんだよね。そう、レオくんとかね、レオくんのルカプを数ヶ月前にその予約販売みたいなので予約してたのを忘れてて、最近お金引き落とされて、何ってなりました。ルカップがもうちょっと来るみたいです、お家に。そうっていうぐらい、なんかいろんなものにハマりやすくて、でもいろんなものちょっと飽き性なのもあるのね。だけど常になんか私の心の中のどこかにそれがあるのはあるんだけど、なんかすぐいろんなものに目がいってしまうの。だからなんか何なんだろうね、私って一途じゃないのかよみたいな。一途なんだけど、なんか趣味に関してはすごい目がコロコロなんていうんだ、関心が多い。いろんなものへの関心が多いというか、なんかあれも気になる、これも気になる、あれも気になる、あれもすごいってなってしまういや、何でも好きになっちゃうし、何でも好きになっちゃうから。たまごっちをね買ったのね。たまごっちも多分6日ぐらいの10日ぐらい遊んだかな。その期間で2回殺してもうやめたからね、飽きて。だからなんて言うんだろう、ハマりやすいっていうか、のめり込みやすいのに飽きるのが早いみたいなところはある、趣味は。だからそういうのってお金を使いすぎ、お金の節約もやった方がいい
今日のトピックに全く関係ないじゃんかっていう話をしてると思うんだけど、許してくれ、もう話すことがなくなったんだ。まあそういう感じで、そうです。で、終わる前にじゃあ私の最近の事情を話そうかなと思うんですけど、最近実はですね、耳が何かおかしいみたいで、時間解放症、なんか耳の閉まってないといけない管が開きっぱなしになってるみたいな感じで、ずっと自分の声が頭に響くのね。とかずっとなんて言うんだろう、その気圧に抑えられてる感じ。その飛行機の中でさ、耳が遠くなったりするじゃん。例えばシャワーで水が入ったりだとか、そういうずっとそんな感じだったりだとか、今座ってるから大丈夫なんだけど、立ったりするとすぐにめまいがゴワーってなって、目の前何も見えなくて、フラフラして、なんかずっと立ってられないとか、なんかそういう症状がすごくて、その私乗り物よりもすごいするんだけど、そのめまいの感覚でめっちゃ酔うことが多くて、最近すごい吐き気が止まんなくて、そういう症状があったりします。でそれでちょっとすごいしばらく病んでて、今もちょっと病み気味ではあるんだけど、なんか私さ、歌を歌うのがすごい好きで、毎日歌を歌ってたりだとか、普通に数ヶ月前からも普通にボーカルレッスンに通ってたりだとかするんだけど、歌を歌ってる上で自分の声が聞きづらいというか、耳が悪いっていうの本当にストレスでたまらないのね。ですごくストレスで、それもそうだし、めまいがすごすぎて私立ってられなくて、バイトも10月いっぱいで辞めようと思ってたんだけど、それを前倒しにしてもらって、もう今月いっぱいで辞めさせていただくことになったのね。っていうぐらい本当にもうなんて言うんだろう、すごいストレス。今は自分が自己嫌悪がすごい、今までできてたことが全部できないっていう気持ちになってしまって、自己嫌悪がすごい今なうだけど、このなんて言うんだろう、ニート期間を使って、フリーター期間を使って、無職期間を使って精一杯休んでいこうと思います。さっさと治そうと思います。なんかこれはこう何か治す方法がないみたいなので、なんか漢方を処方してもらったんだけど、その漢方を飲んで、自分のストレスとかが原因で起こるんだって、ダイエットとかね。だからストレスとかを最大限減らして頑張って治そうと思います。みんなも本当にストレスは大敵、ストレスはもう本当にひどいものなので、みんなストレス抱えないように。それストレスなんてたまるよな、たまらんわけねえがなって感じだよね、本当にね。でも何もかも物価も高いし、交通費も高いし、どこに行くのにもお金がかかるしね、欲しいものは一生増え続けるしね、お金はないしね、私の話そんな感じで、ストレスはたまるものだと思うんですけども、私みたいに体のどこかを壊す前にみんな頑張って発散して頑張ってください。私は友達がいないのでお話しすることもできないですし、自分のストレスの話したら嫌われるかなとか思うレベルの人間なので、もしそういう子がいたらもう私に言ってくれてもいいし、私がもうなんかそのストレスやっつけてやるので、はい、私は頑張ってエンハイフン推しを見ながらストレスを和らげようと思います。皆様も本当にこんなしんどい世の中、本当に生きてて偉いです。マジで私に言ってる。私もそう、みんなもそう。本当にさ、もうなんか本当に生きてるだけで褒められたいし、よしよしされたい。もう本当に私これ本当にずっと思ってて、私よしよしされるのが大好きなんですけど、だから恋愛したいっていうレベルまである。本当にマジで恋人がすること何もしなくていいし、連絡とかもしなくていいから、本当によしよしだけされたい。本当によしよしされたい。みんなよし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 。みんな頑張ってるからね。本当に自分が頑張ってないと思ってても本当に頑張ってる。私が思います。本当にみんな生きてて偉い。今日もお疲れ様です。こんなね、長い私のね、意味わかんない話聞いてくれて本当にありがとうございます。みんな大好きです。いつも大好きです。Love you. バイバイ。おやすみ。